今日はバラの植え替えと消毒をやりたいと思っています。バラは根頭眼腫病という病気を予防するために秋に消毒を兼ねて植え替えをするっていうことが多いと思います。バラ自体の植え替えはいつでもいいというか、根の動きは結構早いので、春に植え替えてもいいし、成長期に植え替えてもなんてことはないんですけど、やっぱ根頭眼腫病という病気は一度かかると他のところにも伝染しますし、なかなか治らない、ほぼ治らない厄介な病気なので、それを予防するために、一番いいのは秋だろうということで、私も秋メインで植え替えをしています。今のところ眼種病が疑われる気はないんですけど、やっぱり予防という意味で植え替えの時は必ずバラカジュスは消毒するようにしています。それでよく私たち盆栽の仲間内では、消毒する薬には、ストレプトマイシン系の殺菌剤ですね。こういうちょっとボロボロですけど、ヤシマストマイっていうのをよく使ってました。私も先輩から教えてもらって、これをメインでよく使ってたんですけど、こちらの製品はもう販売はもう終わってまして、買うことできません。しかもこれもこのボロボロな感じで分かる通り、もう消費期限もだいぶ前に過ぎてますので、もう使えないということなんです。で、代わりのものももちろんいろいろ殺菌剤あるんですけど、ちょっと調べて良さそうだなと思ったのが、このアグレプト液剤っていう、これもストレプト、マイシン液剤ですね。これがあるので、代わりに殺菌手軽にできるとしたらこれかなと思ってます。これはアタキンってやつなんですけど、これも殺菌剤としては良さそうです。はい、絶対これじゃないといけないっていうこともなく、はい、例えばこのヤシマストマイでも実際に根頭眼腫病に効くのかというと、そうではなくて、メーカーさんに昔聞いたことがあるけど、根頭眼腫病に効くっていう保証はないって言われましたし、でも予防はできるだろうということだったんですけど、やっぱ治療できるとかそういう薬はないので、できる範囲の予防をしたいなという考えです。はい、盆栽に限らずバラの愛好家さんは結構おられるので、園芸の方では眼種病予防の、商品がなんちゃらかんちゃらと出ているようです。殺菌剤もそうですけど、私も作ってるキトサン活性剤っていうのも製品化されてますし、こういうこれ見つけました。バラの菌根菌っていうのもあるらしくて、はい、で根頭眼種病の一番の天敵は有用細菌であるということから、株自体を元気にするということで、活性剤とかこういう菌根菌糸剤とかが結構取り入れられているようです。私もこれ買ってみたので、今年の秋からこれ使ってみようと思ってます。濃度はいろいろありますが、割と濃いめで調整したいなと思います。毎回1000倍から2000倍ぐらいらしいので、1000倍にしようかな。とりあえず1000倍から攻めてみようかなと思います。ですからここに1リットルの水用意しているので、よく振ってって書いてあるかな。ここに溶かしておくと。これを作りました。はい。で、今回このハサミ使うんで、ハサミ使った後にその都度殺菌したいので、こっちに分注して、で使ったらここにポチャンと入れると。毎年植え替えしてるからそんなにね回ってないんですけど、試しにやってみたいと思います。これは眼種病の方は大丈夫そうですね。で、消毒もしたいんで、だいたい私は 1,2 年に1回は、はい、植え替えしています。でもうちょっと寒くなってから、落葉始まってからでもいいんですけど、切り込みもしっかりやって、いらない枝とか向きの悪いやつとか切っちゃって、大丈夫だと思います。で、落葉して休眠入る頃にもっと追い込んでも大丈夫です。よし、はい、このくらい切りました。
これも消毒していきます。はい、それで1本ちょっと怪しいの見つけました。この部分、これか、これなんかちょっとコブっぽいんですよね。もしかしてと思って。眼歯病になると株はだんだん弱っていくんですけど、最初の頃は逆にちょっと元気になるんですよね。眼歯病菌は一時的に成長ホルモンを作らせるようで、結構ぐんぐんと株が伸びて割と受精がついてるように見えるそうです。結局はホルモン異常なので最終的には弱って枯れてしまうんですけど、そういうところもあるので発見が遅れると割ともう難しいと。これ眼種病ちょっと判断しづらい感じです。もう少しきれいに根洗いして見てみたいと思います。まだわからないんですが、仮に眼歯病だとしたらこれは早急にコブの部分を取らないといけません。しっかり切ってみましょうか。なんか塊なんでちょっとやっぱ眼歯病っぽいですね。あらあら。これはこうなったらできる限りこのコブを切除してコブの部分を切り取ります。ここがちょうどここから出てきたのがゴブっとコブになってたみたいですね。ここ綺麗に今回は取れました。よし、ここでこいつを入れてみます。バラの菌根菌、根の成長を助ける。なんかこれが菌根菌腫瘍の根の拡大画像らしいですけど、これナメクジの卵っぽいですね。どうなのかな。とにかくこれは有用細菌を、活発化させて、株自体を元気にさせて、その結果病原菌の発生を、弱める、抑えるという効果があるようですので、ちょっと取り入れていこうと思います。この木の植え付けやろうと思います。鉢は文山かこの、木工の可愛い鉢があるんで、どっちかにしようかなと思ってます。これはちょっと大きいし、これにしようかな。適当かな。ちょっとこんな感じでポポポポっと入れときます。ちょっとマグアンプも入れといて、元紐入れといて、隙間に根を差し込んで、これで若干引っ張ります。よし、これで OK です。はい、こちらは眼歯病疑いということで、しっかり消毒しておいたやつ。弱っているかもしれないし、一旦元気にさせたいということで、これですね。素焼き鉢、培養鉢用意しました。菌根菌を投入。で切り口、ここには一応これも殺菌剤ですけどトップジンつけておきます。水あげて完了。こいつには札をつけといて、できるだけ隔離してしばらく様子見たいと思います。